こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。立秋が過ぎて秋とはまだ名ばかりの暑さが続きますが、それでも盆栽は正直なもので、そろそろ彼岸も近くなれば、いろいろな盆栽の本格的な手入れが始まります。ご覧ください。葉性見事な中品の五葉松。まさに鉢を本物に変えれば、国風展中品飾りの世界かなと思うだけのレベルを持つ木です。ただこの木もついこの間まではここまで美しい姿ではありませんでした。俗に言う針金製紙でのその整える針金掛け、これによって各枝々がすっきりと雲をつくような姿になっています。特にご覧ください。この下の葉の美しさ、わずかなこの線のところに段が見えるように作り上げる、簡単そうで難しい目起こしという針金の技術です。今日はこの目起こしを施す、鑑賞する前に行われる最終的な針金施術の内容を皆さんにお伝えしたいと思います。お楽しみください。今日の題材として皆さんにご覧に入れる木はこの五葉松です。まさに老木です。何十年、おそらく半世紀を超える時を鉢の中でハサミ作りを中心に作られてきたものでしょう。幾度も幾度もしつけをする針金によって元枝の動きを作り、それをまた外し、また切り込みをし、それを繰り返した俗に私たちが言うごまかしていない五葉松です。これでも立派な盆栽の作品なんですが、最終的に飾るときは先ほどの中品のような美しさにはなかなか勝てません。今日は一つ目起こしという技で、これがどのような美しさに変貌していくかを見せてみたいと思います。今日はこの技術を絵師木村正彦先生の校庭として作風展で内閣総理大臣賞も受賞した森山義彦先生にその実技を披露していただこうと思います。どうぞこちらへ。今日はすみません。どうでしょう。いい木だと思うんですが。もう本当に御用としていい木なんで、あと枝ぶりを棚分けして。棚分けと簡単におっしゃいますが、なかなかこの私たち盆栽の修行した人間でもこの何て言うんでしょう、この葉起こしというんですかね、はい、綺麗に揃う感じ。以前に師匠である木村正彦先生もおっしゃったんですが、その最後の一振りで変わるんだよと、はい、いうことをおっしゃって、なかなかこれはもうこう理屈ではわかるんですが、手でやれと言えばもうよほどの長い時間それに携わらないとできないというので、弟子中に散々言われてきました。やはり大体修行なさっていて、木村先生がおっしゃる目起こしというのが大体ちゃんとできるようになるのにどれぐらいの時間かかるものですか。やっぱ4年は最低、そこからだんだんできるようになったかなっていうような。なるほど。私たちがやるとですね、この針金が巻いている方へ少しずつ目が動いていってしまうんですよ。はい、皆さんのはピタッと最後に上がるから、これが難しいと思って、一つ目起こしというのを中心に今日はご面倒かけますが、お願いします。お願いします。どうぞ。必見のわびチャンネルです。さて森山さん、木を作り上げていく、もちろん目起こしの技を見せていただくんですが、はい、まず木を作る時のこの考え方の順番というのはどういうものですか。まずは大枝、骨からまず決めていくんですけど、はい、例えばこういうちょっと上がった枝を下に下げたりとか、はい、でこう懐が見えやすいところを隠したりとか、まずそこから始めます。下ろせる枝は下ろして。この針金の掛け順っていうのは順番が決まってるわけですか。基本は下からっていう考えなんですけど。なるほど。じゃあ全体像を見て、はい、こう作ろうと決めて、はい、でそこから一の枝、つまり下枝から仕上げていくというところ。
ですね。はい。この木などはこの下枝が独特の落ち方してますけど、どんな感じになるんですか？一つにまとめるのがちょっと難しいんで、こうちょっと2段とかにして、でこういうところも中に入れて。なるほど。はい、それでは一つよろしくお願いします。お願いします。まるで柔らかな絹糸を操るように、枝を曲げる太い針金を操る森山先生。何年も修行を重ねた末に身につく技とはいえ、真似のできるものではない。一枝一枝の出来上がる流れの先を頭の中に描きながら、その手は右左を共に木と会話をするように動かしています。小枝に至るまで彼が見つめる姿はもうすでにこの木の堂々たる姿を描き出しているのでしょう。椅子を差し出してもそれを拒み、膝机で彼は仕事を進めています。目の前の枝の高さに自分を合わせる。それによって自分の膝の屈伸で枝の高さ一つ一つに合わせた自分をそこに置く。6年間の修行で身につけたその姿は10年経つその後も変わらぬ姿です。大枝から中枝へかけて最後に小枝と行くわけですけど、この小枝のところの針金がそのままスーッと刃先の目起こしに入っていくわけですか？はい。大体17番16番線ぐらいからだんだん目起こしの番手に。なるほど。最終番手で18番ぐらいですか？18、20とかですかね。なるほど。元枝をかけて、その次中枝をかけて。でもかえってこの木のように破傷の良い木というのはやりやすい部分もありますよね。でも逆に枝巻き込まれると枝全体の流れが揃えるのが大変なんですね。はい、もうパリッと決まっているから。そうですね。間違いがもう簡単に見つかっちゃうんで。なるほど。先ほども入り口でお伝えしましたが、どうしても小枝をやるときに針金のねじれの方向へ徐々に枝先が回っていくような感じがあるんですが、それを防ぐというのはどうやって木村一門というのはピッと立てるんでしょうね。もう枝を固定するか、その針金巻きの反対の手で、あとは柔らかくその針金を巻きながら沿わせるようにやるということですね。はい、なるべくそうしているんですけど、だんだん曲がっていくんですよね。うちも最初は散々それで怒られたんで気持ちはよくわかります。御用って一言で言うと章で全然違うからな。悪い章の方が勉強になりますね、やっぱり目起こしの。もう一個間違ってるとそこだけ汚く見えるんで、でうまくいくと綺麗にガラッて変わるんで。でも難しいは破傷の域の方が難しいですね。ごまかし効かないってやつだ。もう一個間違ったら全部間違っちゃうんで、それをいかに針金少なく綺麗にできるかは本当難しいですね。破傷の悪い方が簡単なんで、目起こしさえできれば綺麗になるんで。やって
ている人でなければ出ないね、その言葉。で夜鍋の時は破傷の息はやりたくないですね。もう頭が回んない時にそれやっちゃうともう一個崩れたらもう全部おかしく見えちゃうんで。で次の日見るとそうでもないんですよ。朝寝た後だと。かけ終わった後、その後そういうふうに最後枝配りと全体をまとめる仕事をこう指先で動かしながらやる。そうですね。本当にここかけなくていいかとか。こういう枝とか取るのがいいのか、こう上げた方がいいのか。取るんですか。こうああ、この枝、取った方がいいのか、この下、こう上げた方がいいのか。中に入れ込むか。でここが少ないから多分これはなるほど。かけて、それが最後揃えていく時のはい、微調整ですね。もう本当の微調整。これで森山さん、木村先生のところでよく見ると、はい、だいたい先生は手をつける前に描いた姿、ほぼ90点以上そこへ持っていくって言いますけど、はい、これ私たちこう始まってみると意外と自分が思ったようとは70点ぐらいにしか姿が変わっていかなかったり、思ったよりも違うちょっと姿になるんですけど、森山さんなんかどうですか。自分もまだ親方みたいに90点以上にまでには。やっぱりやりながら少しずつ描いた姿から多少は違ってくる場合もありますか。そうですね。なるべく近づけようとは努力するんですけど、どうしても枝が短かったり硬かったりでうまくいかないこともあるんで、それでは微調整しながら。どうしても昨今は真白や黒松が人気種なので、そっちへ木村一門の手入れも思われがちですけど、私が50年見ていると木村先生の一門というのはやっぱり基本が五葉松の仕事のような気がするんですけど、いかがですかね。そうですね。やっぱ基本はやっぱ目起こしなんで。そうですね。まあうちも森山さんにお願いしたり木村先生お願いしても、いや大きく変わるなと思うのは五葉松の美しさの変化が一番強く感じますけどね。この木なんか見てると栃木県にいる印南さん、はい、印南さんがお客様と何十年も手がけてきたと言って譲ってもらったんですけど、枝見ても手入れが行き届いてて仕事がやりやすいですね。そうですね。きちんとちゃんとハサミ入れて作っている木だから。やっぱ持ち込まれてるんで、そうですね。変な枝伸びがしてないですね。そうですね。普通手入れをやるときに針金かけるとき無駄枝を取ったり枯れ枝を取ったり、その仕事と並行してやっていかなきゃなんないけど、こういうふうにある程度きちんと端正に作った木っていうのは針金を持っていく時の前仕事が楽ですね。楽ですね。何十年も手がけた木が今こうやって新しい木姿にしていく。またそれが何年かすると針金をほどいてまたハサミを入れていく。結局その繰り返しでしか五葉松の老木ってできないんですね。もう本当その繰り返しでいかに持ち込んでいくかが重要ですね。親方もよくその螺旋の原理で一度その針金かけた時に良くなって、でまた時間が経つとまたバサ当ててちょっと悪くなるんですけど、またその針金かけると良くなってのそのずっと繰り返しで螺旋のように良くなっていくんだっていうのはよく言われましたね。おっしゃる通りですね。さあ森山さん、わずか30分程度で、はい、この一番下の枝が見違えるような美しい姿になりましたが、
ただよく見ると全部の枝がかかってるわけじゃないんですよね。そうですね。だいたい7割から8割とか。これ皆さん見てください。この下の綺麗な揃いで、またこの柔らかいこの棚作りというんですかね。まあ口で言うのは難しいですけど、ただ僕らでいうピッチっていうそのはい。針金のこの角度のピッチっていうのが木村一門っていうのはどちらかというと柔らかいそうですね。感じですね。まあ、最低でも45度以上はいで来ているような気がしますけど、五葉松やっぱり基本がこれですか。そうですね。よくねグリ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 に巻く方もね。そうですね。コイルみたいに巻くと、その針金の力を全部引き出せないんで。逆にバネになっちゃいますよね。そうですね。戻る力の方が強くなっちゃうんで。なるほどね。この枝先のその一番細いところでスーッと持っていって、各枝をちょっとずつだけ指で微調整する。それでこうなる。なるほど。4、5年かからないと感覚が身につかないっていうのが分かるような気が。森山さんはここでもう今何年目ですか、修行から。もう16年、7年。なるほど、それぐらいの時間がいるということですね。はい、ここからの仕上がりを段階で拝見させてもらいます。お願いします。お願いします。一つ一つの小枝を仕上げ針金で作っていくとき、どれだけの太さの針金が必要か。彼はすでに頭の中で、そして手がおのずとその太さを探し求めています。五葉松のなぞらえ、常盤の緑、末に広がり御用を待つという、その姿、その葉の動きへ導くように、指と針金が一体となって枝を作り上げています。その技奇人のごとしと謳われた名将木村正彦一門ならではです。さて、まだ前の段階の途中ですけど、でも森山さん、これ見違えてきたけど、この枝はこう全体を引き下ろしたんですね。そうですね。針金だけじゃちょっと折りなかったんで。なるほどなるほど。それとこの枝12344、こっちも123、やはりこれ小分けが大事なんですか？まあこう小分けしすぎてもダメなんですけど、はい、これを一つにすることもできるんですけど、そうすると下のバランスとかで重くなったりするんで、ちょっと小分けに。そうですよね。この枝なんて本来はこれ一つですもんね。はい、その枝の割り方というのもまた、これもやっぱり時間がかかるもんですか？そうですね。感覚っていうところもあるんで。盆栽の作家の方一人一人を見てもまた違いますしね。そうですね。もう枝をこう棚を作ってまるでこう雲が幾層にもたなびくようにもなったり、中によってはこの先をピッピッと伸ばされる方もいますもんね。円のその特徴っていう的なこともあるんで。昔からこう出来上がった仕事を見ると、あ、これはどこどこの一門だなという感覚がございますよね。ありますね。さてここからですけど、どんなところがまだまだこれ時間かかると思いますが、ポイントとしてはまずこの枝をどこまで中に振り込むのか。ここの枝のバランスによってどこまで振り込んでで下ろして、なるほどっていうのが一つと、あと頭もどこまで下ろしてちっちゃくするか。よく木村先生がおっしゃいますけど、いや頭が一番難しいんだと。はい。頂点が少しでもずれたら木のバランスも全部崩れるんで。つまりこういって最後どこへ中心線が来るか。そうですね。さあここからの仕上げが大変ですが、一つ頭までよろしくお願いします。お願いします。いや、わずか何日間での仕上げをご苦労様でした。ありがとうございました。どうでしょう。やはり皆さん先ほどの映像の中にはこの一の枝の分け、二の枝の振りまで見ましたが、だいぶこれが下がりましたね。そうですね。
この魔丁子と幹に合わせてっていうことですかね。下から順々に作って、その下げに合わせて上が一頭になってたのをこうわずかに振り分けてる。そうですね。この枝がだいぶ前に来たんですかね。前に来ました。結局分かりますでしょうか。この木の懐を見え隠れするというのもこの技の一つかもしれません。この目起こしという技ですけど、僕らがやろうとすると無理にやって先ばっかりになるのをこのふっくらと膨らみを作る、ここら辺はやっぱり経験ですかね。そうですね。例えばこちらの小さな木なんかを見ても、全然まだ仕立て中の木がこのように棚作りできれいになる。しかも各場所を見ればわずかな芽数、このわずかな芽数っていうのはこの中に立っている芽を、どうしても普通の人は盆栽教室なんかと先へ先へ潰しちゃうんですね。中芽を立てて見せてやるってことがしないと。厚みを持たせるような感じで。こういうことですね。これなんかも数えたらわずか18しか芽がないんですよ。その18の芽で一つの棚の膨らみを作るっていうところは、中芽っていうのは大事なんですね。大事ですね。これでこんだけの針金をかけると、今年の冬に寒風のような北風を避けてあげるっていうことが大事です。そうですね。あまり保護しすぎるのも良くないわけですから。日陰というよりはやっぱ空っ風だけは避けてほしいですね。なるほどね。この木がここから今年の冬に今の状況に合わせた鉢に植え替えられて、徐々に徐々に国風天球の木へと変わっていくわけです。こちらの木など、このような木なら多分皆さんの棚、皆さんがどこかで手に入れたものがバサバサの状態であるものもあります。ぜひ皆さんもこのような仕事をちょっと挑戦してみてくれればと思います。お忙しいのにありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。名将木村正彦一門のみができると言われたこの目起こしの棚作り。私たちから見れば、この木が作り上げる前と今を見ればこんなに変わるものかと。ただその大元である木村先生は言いました。あくまでも化粧的な仕事だと。本当に木の本質を作っているわけではないと。人の目の前に飾るための化粧仕上げというものと、木を作り上げるという仕事はまた別のものであると。ただこの目起こしを施すことで、五葉松の本来の天下な素晴らしさ、この雲をつくような棚作り、それが仕上がっていきます。それには長い年月の鍛錬が必要と言われます。今回は五葉松が見事に醜いアヒルの子から白鳥へとなっていく姿をこの仕事でご覧いただきました。盆栽の手入れ、文化、水石、幅広くわびチャンネルは楽しんでいただくように構成しています。ぜひチャンネル登録をしてアーカイブもお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。